おはようございます。ザワン。これから今何時だろう、6時ぐらいなんですけど、これから朝ごはんを食べに行きます。この市民住宅に行きたいんですね。バス来るかな。乗れました。向かっているのはガイドブックに載っていた野菜まんのみを扱うお店なのですが、皆さん台湾はベジタリアン天国というのをご存知でしたか？台湾は人口の 13% がベジタリアンと言われていて、その多くが仏教の教えに従っているため、台湾のベジタリアン料理にはお肉やお魚などが使われていないだけではなく、五燻といってニラやネギ、ニンニクなど刺激が強いものも入っていないのが特徴です。台湾のベジタリアンレストランは菜食を意味する素食素食の素という文字がついていて、だいたい緑色の看板か文字なのですぐわかります。少なくとも台北では本当にそこら中にありましたよ。ちなみに素食の中でもチュアンスーは卵や乳製品も入っていないもの、つまりビーガンになります。お目当てのお店を発見。全部トライしたい衝動に駆られましたが、迷った末、夏季限定のひょうたんとたけのこにしました。この時期、朝の台北はとても涼しくて気持ちが良かったので、近くの中山公園で食べることに。ウォーキングをしている人、野菜を買いに来ている人、いろいろな形の体操をしているグループなど、台北の早朝の公園はのんびりゆるりと賑わっています。野菜まんはメインのひょうたんとたけのこの他にきくらげと茶色い何かが入っていて、塩炒めのようになっています。中身だけご飯と食べても美味しそう。おそらく皆さん家で蒸し直して食べるので熱々ではなかったのが少し残念でしたが、十分美味しかったです。ホテルに持ち帰ろうと思ったのですが、結局ペロッと2個とも完食してしまいました。朝ごはんの後、どうしても豆乳が飲みたくなって帰り道にあったお店でゲットしました。本当は温かくて無糖のものが良かったのですが、まあこれはこれで。食休みをしてからヨガの練習へ。おそらく台北で唯一アシュタンガのマイソールプラクティスができるシャラへ。看板も何もなくすごく分かりづらい場所で、ヨガマットを持った人の後をつけたり、かなりうろうろしてしまいましたが、先生はドロップインにもかかわらずとても丁寧に指導してくださって、また台北を訪れる時には練習に来たいと思います。ランチは現地在住の方のブログで紹介されていたベジタリアンの創作台湾料理店ヤンミンチュンティエンへ。ここはなかなかのお値段のお店なのですが、ランチの方がお得とのことでやってきました。母の日のスペシャルコースになっています。日本では母の日は1日でサクッと終わりですが、台湾ではその前後もお母さんへの感謝を伝えるムード満点。一品目はツバメの巣を煮出し、ユリの根が加えられた杏仁スープ。ツバメの巣は欧米のビーガン的には NG そうな気もしますが、美味しくいただきました。二品目はフルーツのサラダ。イクラのように見えるのは何かフルーツのゼリーを粒状にしたものでした。三品目はタケノコ。シンプルな素焼きと紙に包んだ蒸し焼きは、開けるとふわっと山椒と小ぶみかんの葉の香りが漂います。4品目、メインはキノコディッシュ。台湾の精進料理はキノコをうまく使って繊維質の食感を楽しんだり、出汁を取ったりするものが多くて勉強になります。立派な本しめじのフライと、キノコとは思えないお肉のような食感の山伏茸、八角や薬膳の香りが効いた台湾料理特有の味付けで、一番人気のお料理というのがうなずける一品でした。お口直しのローズビネガー。5品目はトリュフリゾット。
とても美味しかったのですが、チーズが入っていたような気がするので、心配な方は注文する前に聞いてみてくださいね。お食事の最後、6品目は10種類以上の漢方食材を煮出した薬膳スープ。複雑ながらホッとする味わいで心も体も喜ぶお食事でした。デザートはとろみのある温かいフルーツのスープ。食材や香辛料の使い方、プレゼンテーションが五感のすべてを刺激してくれる、またぜひ来たいと思わせてくれるお店でした。ランチの後向かったのは問屋街として有名な D ホアジエ。地下鉄の大橋東駅から北門駅まで 1.7 キロほどをぶらぶら歩いていきます。大橋東駅周辺はモダンなカフェやお店もありながら、昔ながらの店構えの調理器具店や食材店、漢方薬局がたくさんあり、ゆったりとどこかタイムスリップしたような雰囲気の道が続きます。お昼になって気温が上がり、たくさん買い物をしてちょっと疲れてしまったので、途中のカフェで休憩。こちらはえりすぐった台湾産のコーヒーのみを扱っているコーヒー店。お値段もなかなかです。強烈な発酵花とテキーラという文字に惹かれて注文。試飲用のアイスをいただいた後にホットを。強烈な香りはなかったですが、美味しくいただき、静かでおしゃれな店内で落ち着いた時間を過ごすことができました。その後 D ホアジエの北門寄りエリアへ。こちらは建物は歴史的な趣があっていいのですが、ザ観光地という雰囲気でしたね。午後ずっと歩き回って調理器具や調味料、スパイス、薬膳スープ用の漢方セットなど食材をいろいろゲットしましたが、紹介しだすと長くなりそうなので、おすすめの使い方や調理法も一緒に別動画にしますね。お楽しみに。D ホアジエは買い物ももちろん良かったのですが、皆さんいろいろ何かくれたり、まあ座ってきなよと言ってくれたり、台湾の方々の優しさに触れることもできました。これから晩ご飯で台湾ならではのものを食べに行きたいと思います。ディナーのためにやってきたのは、アットホームな雰囲気で気兼ねなく絶品の小籠包を楽しめると評判のジンディンシャオグワン。もちろん小籠包はベジタリアンではないのですが、ベジタリアン大国の台湾ならではのベジタリアンメニューもきちんと用意されているのです。お肉を食べないことを伝えると、小籠包屋に何しに来たのなんていう雰囲気は全くなく、じゃあこの汁なし麺なら粗食にできるし、これとこの辺りも粗食だよととても丁寧に対応してくれました。小籠包などの蒸し物以外にもシャオチューという小皿料理も充実していて、一人でもいろいろ楽しめていいですね。登場したのはお目当ての野菜の蒸し餃子。小籠包と同じもちもちの皮の中にはたっぷりのお野菜がせいろに10個入っていましたが、シャオチューも一緒にペロッと完食しましたよ。ベジタリアンではない友達や家族と台湾旅行に来ても、普通のレストランでもこういったベジタリアンメニューがありますし、これ本当にベジタリアンというお料理がたくさんあってみんな楽しめると思いますので、皆さん安心して台湾に遊びに行ってくださいね。以前の動画でもご紹介しましたが、私はかれこれ10年くらいサルサダンスというものをしていて、旅行に行ったら必ず現地のサルサの集いを探します。言葉が通じなくてもダンスは世界共通。現地の方と交流するいい機会になります。朝のヨガもそうでしたが、住所だけだと本当に場所を探すのは大変ですね。閉まっていると思ったビルに裏口から入ると、聞き慣れた音楽が。どうもあそこらしいのですが、何回か分かりません。たまたま同じ目的地の人がエレベーターに乗り込んだので、やっとたどり着けました。今週末はたまたま世界で5本の指に入ると言ってもいいフランスのトップダンサー2人が台北を訪れていて、今夜はそのウェルカムパーティーだったので大盛り上がりでしたよ。台湾の方はみんなジェントルマンなリードで技術も高く、とても気持ちよくダンスすることができました。そんなこんなで台北での2日目の夜は更けていきました。